よいしょ、金子でございます。ということで、今日なんですけども、とある人が来ましたよ。おいでー。待って、こんな急に始まんの？この状態かい。いきなり始まるやん。いきなり始まるんですわ。お久しぶりでございます。お久しぶりです。タニアンが来てくれました。お邪魔いたします。釣り子って猛アピールしてたらね、本当に来てくれて、タニアンの方のチャンネルで釣りにも行ってきたんですけどね、大量だったね。いっぱい釣れましたね。しかもまあ、本命ガメ皆さんからとったら下道かもしれないけれどもスーツがビシッと決めてくるんだね。僕にとっての清掃ですからね、これがね。そこらはね、タニアンの方で動画上がっておりますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。で、僕の方のチャンネルでは、タニアンと市場に行きたかったんですけど、今日ちょっと祝日で市場がお休みってこともあって、平王寺のところ、やった久しぶりに行って、1000円企画やっていきたいなと。1000円でお魚買って、お互い料理し合って、ご飯作って食べるっていうね、ちょっとゆるい動画を撮りたいなと。はい、ね、そんな感じでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、平王寺のところに行きましょう。お久しぶりです。1000円企画だよね。はい、お小遣い。ありがとうございます。まあ今日はね、カゴ物狙っていきたいね。カゴ物平王寺の店ね、何もないんだわ。何もない。そう何もないの、この人のところいつも一緒。たまに魚が置いてあるけど、そうだな。今日はないみたいなので、あっち行こう。1000円だからね、今日そんなにね、この制限がある中で購入するっていう楽しさがね、いいんだよな。でしかも土日だとああやって皿盛りがいっぱい出るの。あ、本当だ。ここでなんか買おうよ。安いよ、まだ1籠これ600円だよ。工房も鮮度良さそう。これ何、イカとイイダコとモンゴウがセットで1000円。これいいね。あっちにあるなんかボラが気になるけどな。ボラですよね。ボラね、ボラ行くか。イワシも今うまいよね。イワシもいい時期。これキスいくらなんですか。安いな。するのはなんか夏のイメージありますけどね。今もうキス油だらけ。マジすっげえ美味しい。黒鯛もね、いいよね。この時期だわ、黒鯛。ソイメバル1500円、ちょっと予算オーバーだからなんだけど、でっかい鯛だなこれ。なんだこりゃ。シーバスも立派。何この鯛。4キロぐらいあるよこの鯛。お母さんおはよう。あ、おはよう。お母さんのお店は甲殻類とかそう、それが強いですよね。そうそう、甲殻類とかあと貝類がめちゃくちゃ強い。このような渡りがすごいわ。すごいよ。これをさ、ストックできとるっていうのがすごいよね。ですね。こういうのこれは見るがいい。見るがい。あ、これ便利。こうなってたらこれ便利だよ。これ便利。 600円。安いわ。なんかちょっと狙い目だよ、こういう向いてあるやつ。俺よく買う。マガキもいい時期になってきたね。入ってきますね。ね、いい時期になってきたな。あー、出た大アサリ。福岡にはいないんですよ。福岡は全然見ないです。まあね、時期的にね、冬はちょっと痩せとるね。やっそうなんぱ、です春先がやっぱ一番美味しいね。でもこっちはまあエビとかだね。アルゼンチン赤エビとかね。でかいなお母さん。いいの？すげえ、焼きそばとかもあるじゃん。やば。これやばいね。絶対美味しいじゃん。うわ、めっちゃうまそう。これ新しくできたとこで。本当にいいですか？どうぞ好きなだけ。豪快すぎるよ。まあ、ここで食べる食事はノーカウントね。これはもうおやつみたいなもんですから。あくまでも食材企画は1000円縛りでやらせてもらいます。もずくも食べようっと。俺もずくだ。もずくね、食べよう。あと味噌汁もらおう。味噌汁。あ、欲しいです。欲しい。土日だけやってるここは。あ、平日はやってないんですか？飲食平店日はやってない。味噌汁、あ、いいかつおだしの香りがしますよ。お、玉ねぎも入ってる。あ、これありがた。でも100円これ。お母さん安すぎるでしょこれ。ほら、めっちゃうまそう。これが、海鮮焼きそばですね。モンゴウイカが入ってうまそうですね。もずく酢、こう漬物が入ってる感じがね、いいですね。これがビンチョウマグロのお刺身ね。うまそうだよね。サバフグの唐揚げ、でかいね。で、あとタコの1匹丸ごと揚げ、ザックザクしてて美味しそう。じゃあいただきましょう。何や。行きましょう。めっちゃお腹すいた。いやいや、緊張とのまたいいですね。ね、ビンチョウがね、養殖の本場とかくどくて食べれなくなってきちゃった。ありがとう。エビフライ。タニアンおると安心するわ。絶対食べてくれるもん。残すことはないですからね。普通にね。愛知県の方、エビフレアって実際誰も言わないって本当ですか？誰も言わない。やっぱ誰も言わないんで。聞いたこともない。
うまっ。めっちゃ持ってきてくれる。はいどうぞ。はいご飯のおかわりもあるからここに来て。もう食べることしか脳がないんで。そうですね食べるだけがもう幸せですよ。幸せですよ。いや、美味しい。もう全部美味しい。うまいお母さはいよかったです。ん。いや朝から幸せだな。じゃあとりあえず腹ごしらえ済ませて買いに行こうか。行きましょうか。いやでもボラは行きたいなあれなんか。行きたいですね。ちょっといろいろ考えましょう。よしじゃあタニアン買おうよ。どれ行こうな。こう見たら1000円で結構買えますよね。結構買える。だってこれやばい。これめっちゃ安い。スタビラメマジ？ 3尾で。あ、うわボラが売れちゃってる。あらミスったやられてるわ。ねトラフグのむき身ある。あれテスタ引く？ちっいや、僕、いやもう、下は大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。ちゃいからさ。今日どうすんなら、普通の選挙がいいな。テスタ席がいい。オッケーオッケーオッケー。じゃあ俺はここに来てのアブコにしようかな。アブコってなんすか？アブコってねこっちでいうブリの子供のことツバスみたいな地方面いっぱいありますもんね。いっぱいあるこいつに関してはガリガリじゃん結構これを美味しく食べようのやつ了解です。やろう。俺こいつアブコに決めた。迷っとるね。迷いますね。金子さんが青魚なので、僕は白身にしようかな。ほぼいいな。ほぼいいよね。ね、美味しそう。ほぼで。ほぼでじゃあアブコとほぼでいきましょう。はい。とりあえずスタジオに帰りましょう。ただいま。はい帰ってきましたよ。はい。今日の食材がこちらアブコとほぼでございます。安かったね。安かったー。こんなに安いんですね。びっくりした。しかもさ鮮度めちゃくちゃいいの。これまだ鮮血。あ、本当だ。ほうぼうもめっちゃ鮮度いい。今朝どれって感じの鮮度感。ほうぼうが2匹で600円、アブコが1匹900円。こっちはちょっと高めかなっていう印象だけど、まあ、ほんと500円ぐらいで安い時買える。しけ取ったのかな海。今日すごいもんね。爆風だもんね。もうすごいですもんね。さっき出てましたもん、強風注意報。ね、アブコって呼び慣れてないんでこの子のことハマチって呼びます。はい。でほうぼうですね。ほうぼうめちゃくちゃいいほうぼう買ってきたね。いや、思ったんですよね。これ、本当に1カゴ2匹入りで600円でしたけど、これすごい福岡じゃ買えないですもん、こんなすの。ごいいいよ。さすがですね。ありがとうございます利きが。ありがとうございます。ということで今日は買った魚で1品ずつ作ってもう軽く食べていこうかなと。はい。僕らの動画結構凝った動画が多いじゃない。そうですね。凝った動画を作る者同士がたまにはねお値打ちの魚でサクッと作るのもいいんじゃないでしょうか。ということでじゃあまず楽しみですメニューから発表しますか。はい。ハマチとかこういうガリガリの魚で普通にお刺身で食べるんじゃなくてちょっと変わったソースで食べるのを最近よくやってて、お、でその中の一つマスタードソースっていうのがありまして、美味しそ本当に簡単なのでちょっとまたいつもと違った味わいになるからぜひやってほしいということでハマチのマスタードソースで食べる、カルパッチョのようなものを作っていきたいなと。タキヤンはう。金子さんみたいに結構ガリガリの魚をいかにして美味しく食べるかっていうの最近ハマってて、で金子さんは生でってことやったんですけど、僕なんとか加熱してパサパサにならないなるほど食べ方ないかなって最近試行錯誤してるんですよ。ちょっと今回いい方々ですけど、この方々ちゃんにやってみようかなということで、方々水晶のわさびソース和え。はあ水晶でねはい、水晶にして。片栗粉まぶしてはい、湯がくような形か。ですです。うわそれうまそ結構美味しかったんですよ、試行錯誤した結果。う。それいいね。それを金子さんにジャッジしていただきたい。ということで早速全然できるんですよ。それ僕の方ね。うわかっこいいかっこいい。ちょっと待ってタニアこれ見てこれ。ちょっと見せて見せて見せて。あ、僕のこれレアじゃない？今日あんまり持ってきてないですけど、包丁ケースの中に何本か。タニアの包丁ケース。本当は木製のトランクケースのやつがあるんですけど、かさばるんでこっち持ってきました。こんなんあるんだ。これ楽ですよ。で、こういう長物から出刃から普通の牛刀まで、多分この辺り21センチくらいが多分これどういうやお気に入りなんですけど、つ？ひときわなんかオーラを放ってるそれ。ちょっとごついでしょ。こうういうやーわかっつ。これこよ。あれかっこいいでしょ。何これ。これ青木刃物さんの内入れをしてくれてる方がいらっしゃるんですよ。うんうんうん女性の方がいらっしゃるんですけど、その方が一本一本こうやって一個一個打っていくんですよ。めっちゃかっこいいこれ。で、先丸でっていう刺身包丁です。もうこれもいただき物で。デザインがもう刈り上がってるわ。ですです。デザインはこういう包丁をライトアップして、それを眺めながらぼーっとする時間が好きです。変態だね。
あぶこ、このサイズがねよく釣れるんだ。おかっぱりからでもやっぱこのサイズですもんね、釣れるのは。狙える狙える。わさび醤油で食べてもまあそれは美味しいには美味しいけど飽きるじゃないやっぱり味がどうしても同じですもんね。ねえ。だからやっぱソースでいろんなソースで味わいたいと。ソースはね無限大だから作り方。いや本当ですね。そうそうわさび醤油のちょっと味変、うん塩とごま油はたまにやりますけど、マスタードソースでまたバリエーションが増えたらね、皆さんも嬉しいですよね。簡単だからね、もう難しいことは今日したくないので難しいことをせずいつもの魚をちょっと変わった味わいにというのをテーマにやっていけたらなと思いますよ。楽しみです。トニーどう？九州元気しとった？結構元気してました。本肝臓をやらかしただけなので、うん沈黙の臓器って言われるぐらい痛みとか全然ないんですよ。本当？はい、運動は控えてねって言われますけど、うん、あ、逆に運動しちゃダメなんだ。ですです。肝臓を完全に壊した方はトイレ以外はベッドから出ないでねって言われるぐらい、そうなの？動くと肝臓が使っちゃうので、とにかく動かないでっていう治療を受けることになります。もう肝臓はやっぱお酒の飲みすぎでそうなっちゃった。そうですそうです。僕の肝臓は皆さんの2倍の大きさがありますんで、僕をさばいてもらったら大きなフォアグラが取れます。めっちゃいいじゃん。どのぐらいさお酒を飲んだらそんな感じになる？反面教師にしてほしいんですけど、もちろん。 1回の食事で500ミリ缶を6缶パック2つ、1回に6リッターで、それが1日に2回とか3回とかで入ってくるんで、1日12リットル飲んでるってこと？ですビールを？ビールをそれはやばい。完全にもうアルコールに溺れちゃったんですよね。1日12リットルは俺飲めないな。ベロベロにならないそれ？なんですよ、ほんとベロベロで倒れるようにして寝てバターンって、で起きてもうアルコールに溺れてるからまた飲み始めるんですよ。それは肝臓を壊すよねって言い方してて、そういうことか。肝臓をもちろん数値を戻しましょうっていう治療もそうですけど、まずはアルコールをやめましょうっていう治療から入りました。それの休止だったんだね。ですです。よく帰ってきたね。シャバに出てこれて楽しいシです。ャバに出てこれてよかったね、ほんと。まあいろいろね苦労はあるんですよやっぱね、こういう仕事してると。誰しも人間ね、人生の中でちょっとつまずく期間ある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 。俺もそこまでじゃなかったけどやっぱそうなった時あるし辛かったな。どのぐらいの時期でした？もうコロナの時だよ。外出制限がかかって、まあ、みんな辛かったじゃんあの時って。はい。市場とかに買い物行ってもさやっぱ叩かれちゃう時代でも買い物行かないと動画撮れないっていう時代ね。はい。どうすりゃいいんだよっていうことで家でずっと酒飲んでた時期あったな。1日ウイスキー2本とかね。気持ち悪くなっちゃってそれで思い出したくもない日々。アリコさんにもそういう時期があったんですね。あったあった、人にはある。本当はもうアルコール飲める体ではあるんですけど、うん依存してた時期があったんで、もう怖くてあんまり飲まないんですよね。あ飲めるけど飲まない。あなるほどね。フラッシュバックじゃないですけど、せっかくやめれたんだからみたいな。なるほど。じゃあ頭取っていきます。はい。よう切れるんよこれ。お、でもやっぱりね鮮度はすごくいいね。いいですね。お、しかもこれいいようん。ね。全然ガリガリじゃない。ガリガリじゃないわ。あ、熱いし。しかも鮮度すごいいいし血抜きもしっかりされてる。うん。でささら導入、これでいいよ。これ昨日タニアンとの撮影の時もねこれ使っててね。はい。ここで3本あります。この奥のここの付け根までいけるからねああ、確かすに。ごく楽。下に1本。このぐらいの魚は一番使いやすいよね。そうですね。家庭でもね。家でさばくなら本当ツバスとかね。ねやりやすいですよね。これもう一番さばきやすい魚ツバス。あ、いいわ。綺麗。これめっちゃ綺麗だよこれ。ごめんなさい900円高いとか言いましたけどこんだけ処理がしっかり施されてるお魚は900円安いわ。ちゃんと船の上で締めてくれてあるわ。めちゃくちゃいい。うん。これツバスもさ安いやつだと真っ赤っかだもんね。ですね。真っ赤ですね。ね、血が回っててね、そういうハマチはね、あんまりいいなんだけど、これはうまいよ。はい。わさび醤油でも美味しいところだけど、今日は少し変わった料理で腹骨を空いていくと。腹も熱い。ですね。で、こっち側も腹空いていくと。で、ここで一回割っちゃって、もうこのまま料理までパッと作っちゃっていい？あ、もちろん大丈夫ですよ。もう3分クッキングぐらいの。リアル3分クッキングですもんね。うんはいや。で一個一個の動きに無駄がない。やべえ。もう鱗も綺麗に取ったからさ。もうまな板もまな板も全然いけます。綺麗綺麗。もう柳包丁とか使わずに特にこれでなんか薄いからやりやすいですよね。やりやすいやりやすい。パカッ決めたな、さすがです。パッと。
ちゃんとこの白が残るってことは油があるっていうことだからね。油がないと剥がれませんもんね。うん剥がれない剥がれない。でやっぱ綺麗に鱗取らないとこんだけね皮が綺麗に引けない。あ、そうなんですね。うんこのまな板にさ鱗が散らかっちゃって散らかった鱗がボコボコってなっちゃってうまく包丁が滑っていかないんだよね。綺麗に鱗取ると綺麗に皮が引ける。うわ、気持ちいい。よいしょ。気持ちいい。お皿を用意切っていくと。おおこれまだ池だなこれ。本当はねボラ欲しかったね。あれあのボラですよね。あれ欲しかった。あれ2人でさばいて臭いのか臭くないのかなんだあだこうだ言いながら料理したかったけど売れちゃった。いや絶対買われないと思ったけどね、あの一瞬で買われちゃったか。やっぱ見る人は見てるんですね。見てるんだね。でもボラうまいからな。うまいよボラって。臭いで敬遠されがちですけど、うまいですからね、ボラ。そうそう冬のボラはねタイよりうまいって言いますからね。そうタニは普段魚ってどこに買いに行くの？市場？いや、普通のスーパーですよ。だから僕がスーパーでいつも買い物をするから、金子さんがいつも市場で購入されているようなクオリティの高い魚がそんなに手に入らないので、だからこういう太っていないお魚でも美味しく食べれないかなっていう発想だったんですよ。でもクエとかさああいう撮影のものはどこで買うの？鮮魚店さんに予約しに行きます。あこれ入れてくださいって。あなるほどね。こういう感じで天下の宝刀が来るやつですね。天下のほうとくる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 っと。あちょっとうさいく美人さんです。ちょっとうさいくなっちゃったまあいいやこれねこういう感じでやってあとはタレを作ってかけるだけ。おっマジで早い。マジで早いよ。でまず用意するものがはい。これねまずマスタードね。はい。マスタード粒マスタードもりっと。美味しそうだ。マスタードをお刺身と合わせるって発想なかったな。結構ワインとかとも合うんだよね。どこにでもあるリノカっていうあ、大体どこのご家庭の冷蔵庫にも入ってますもんね。ヒューガナッツとレモンのハーフのやつかな。入ってるか。ちょっと食べてみる。ヒューガナッツっていうさ柑橘があるんだけど、はい、宮崎のよく有名な。そうそうそうそれとレモンのハーフだったはず。いいなと思って苗1本買って植えてある畑に。うん美味しい。あ、うん、ヒューガナッツだ。若干ヒューガナッツの香りがうん。すげえ美味しい。うこれもうちょっと木でさ完熟させたらもうほんとフルーツとしていけるね。ん。いけますね。あ、これデザートだ。うんそしたらここにレモンを絞る。まあレモン何でもいいんだよね。すだちとか柑橘系だな。柑橘系だったらもう好きなだけ絞っちゃって。すごい果汁量がすごいなこれ。でこれ入ったらここにエキストラバージンオイルかうん。バーっと入れます。ここにミックスペッパー入れてそこに少しだけ味の素入れます。はい。ちょっとこれ味見してみて。うんあ、いただきます。あ、うま意外とこれでもう仕上がってるでしょ。い。ですね。美味しい。あ、またこれオイル、いいオイルだこれ。あわかる？これいいオイルじゃん。バレた？いやよくわかるね。なんでも香りが違いますもん。すごいね。いえいえ、多分これ誰でもわかりますよ。うんうわ、するよな。うん、いいやつをいただいて。こういう料理でぴったりだ。そうであとはこれをキンキンに冷やして食べる直前にかけるだけ。あとちょっと大葉とかねいろいろ散らしても美味しいかも。これで僕の料理完成じゃあバトンタッチ。はい。じゃあ先にフォームをさばく前にちょっと一度煮切ってアルコール飛ばして冷ましておきたいものがあるので、お酒とみりんをいただいてもいいですか？もちろんだよ。ありがとうございます。みりんはこれ。またいいみりん。いや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 何でも褒めてくれるやんタリアン。いやだってこれ絶対いいみりんですもん。僕らはこれ鬼殺し。あ、鬼殺しってあれなんですね。愛知県なんですね。清須のお酒だったと思うよ。へー清須の愛知県の。大体コンビニに行ったら鬼殺しのパックが売ってますもんね。そうどこ行ってもそうなんだ。福岡もありますよ。俺愛知だけだと思ってた。じゃあまず先にみりんと、みりんと鬼殺しそのぐらいね。はい、俗に同割りってやつですね。終わりの。お鍋にほい。めんどくさい方は電子レンジで加熱してください。わあタニアンの口調だ。砂糖とみりん同割り。これをあらかじめ冷やしておきます。では方々に参ります。タニアンとね釣りも行ってきましたんで、タニアンの方のチャンネルで上がってると思うんで、タニアンチャンネルでなんか外ロケってすごい珍しいじゃないですか。ちょっと新鮮な映像が僕もどういう風な映像になるかね楽しみ。
僕もねこそっと金子さんの糖質もねちょこっとしてますので、もしかしたらその映像が流れるかもしれませんので、どうぞお楽しみにということで。金子さんはねすごいっすよ。いやちょっと待って、怖いなそれ。じゃあホウボウちゃんの鱗をまず変えていきます。あ、やっぱ目持つよね。持ちます。ホウボウ結構顔の周りチクチクして痛いんですよね、この時計がね。俺それ目を持ったら炎上した、え、フグの目をこう持ってはい。扱ってたら、そこだけ TikTok で切り抜きされて2000コメントとかついてた、その切り抜きに。なんで？かわいそう、え、かわいそうぜと、あと、はいこういう風に持つのが普通なんだよっていう、その勢力がぶつかり合ってて、すっごい荒れてた。やば。危ないんですよ魚って。そうこういう頭とかこのエラ蓋のところほんと切れちゃうんで、なんかこの目を持つっていうのは安心安全、ちょっと方々はここちょっと痛いけど、バス持ちできるなんかブリとかそういったものはもうバス持ちすればいいんですけど、こうやってね。でもフグとかこれやっちゃったら、もしフグ生きてたら指飛びますからね。フグ皮ブニブニしてるから、それは目こう持ちますよねっていう。なんかちょこっとしたことで荒れるのやっぱ多いよ俺は。でもね、ある程度いろんなことでちょこちょこ炎上とまではあんまりいかない方がいいけど、少し賛否があるようなことを経験してはい。批判を浴びた方がいい気がする。強くなりますやっぱ。強くなると思う。じゃないと何か一回大きなことがドーンってきた時にポキッと折れちゃうよね。そうですよちょこちょこお叱りをいただきたい俺は。お叱りいただいてちょこっとずつ強くなっていきたい。大変なことがバーンって起こった時に死んでしまう、チャンネルの規模的に。そうですね。もし何かあった時の時にもし何かあった時に体勢がつくというか、体勢がつく。だから全部が悪いことだとは思ってないかな。なるほどもちろん反省はするけど、悪いことっていうのは何はもう気をつけてね。ありがとうございますそ。の時は急に来るからね。いや炎上はマジで怖い。かましたから頭落としていきます。痛いよね、方々ってさ、い目の周り痛いんだね。今日初めて知った。そうなんですか？本当に。え、嘘？本当。方々ちょっといい？はい。ここめっちゃトゲあるんだね。痛いっすね。唯一かも。この目持って痛い魚、方々。カサゴも結構痛くないあ、カですか？サゴも痛いわ。カサゴも痛い。カサゴ類。カサゴも目持たないな。カサゴはバス持ちしてますもん。カサゴはバス持ちいけるのよ。でもタイとかはバス持ちダメなんだよね、逆にね。歯が鋭いから意外と。はい。方々だ。で、お腹開いてちょっと洗ってきます。こっちのちっちゃい方、これめっちゃくちゃ超えてる。ちなみにあ、本当だ。こいつすっごいクオリティよ。やばいっすね。これやばい。方々もさ、大きくなるとめっちゃ高いよ。マジっすか？これの倍ぐらいのサイズになるんだけど、たまにおるの、このぐらいのサイズが。へえ。もうビール瓶ぐらいコロンコロンになるの、こいつ。油もすごくなって適宜仕入れではい2万ぐらいする。やば。マジで高い。でもそうですすっげえうまいのこれ。そうなんですね。すっげえうまい。もうそのぐらいのクオリティになると魚が変わる。へもう何このうまい白身ってみんな言う、食べると。マジですか？いや正直ホウボウってもう限界サイズがこんなもんだと思ってました。いや、もっとね、いくよ。このぐらいまでいく。で、油がね、めっちゃうまいのよ。いや、こいついいもんばっか食べるからすっごい美味しくなる。なかなか売ってないけどね、売ってないし売ってくんない。もうそれはもうお寿司屋さんとか一元さんに。へ方々って実はすごいポテンシャルを秘めた魚。いや、いいこと知りました。もしね、僕なんか買えるなら絶対買おう。あ、全然あったら送るよ。いいんですか？いいよいいよ。ぜひお願いします。じゃあ僕の方からも何か福岡のなんかいいものを送りますね。やった。本おろしじゃなくても大名にしようかな。いや、本おろしにしようかな。本おろしにしよう。サニーはなんか釣りにハマってるって聞いたよ。風の噂でちょっと大耳に挟みました。めちゃくちゃ釣りにハマってます。うわ、クエ釣っとったもんね。あ、ですです。あれ本当はクエを狙ってたんじゃなくて、クエを釣った堤防で冬場のアナゴ釣りするんですよ。いいよねアナゴ楽しいですもんね。餌何でやる？切り身というか豆味です。豆味か。豆味で小さなアナゴを釣ってもしゃあないじゃないですか、ダメージ与えるから。だからタマンバリの19番とか18番とかのごっつい針に豆味を半分に切ってつけて投げるんですよ。小さなアナゴは絶対釣れないんで。地合いあるよね、アナゴって。あります。なんかあるよね。僕が感じるのは夕方から午後の11時までの間ぐらい。めっちゃわかる。わかります？めっちゃわかる。俺もアナゴ釣りすげえハマってた時期あるんだけど、はい、まさしくその時間。夜中もずっとやったことあるけど釣れんくなるの。当たりがなくなるんですよね。そう、ほんと11時ぐらいまで。これ福岡だけかなと思ってましたけど、聞いたらやっぱそうなんですね。そう、あれもね、
楽しい釣りだもんな。俺大好きなんだよね。僕もです。一人でやってないよね。あ、一人でもやりますよ。一人でもやるんだ。全然やります。えそこは漁港猫がいっぱい、野良猫ちゃんがいっぱいいるところやから、野良猫ちゃんと遊びながら。すごいね。いや、さすがに僕も足場が高くてとか上がるところがなくてとか、そういうとこは怖くて僕も行けないですけど、もうはしごがすぐそこにあるから落ちても大丈夫だよみたいな漁港は僕全然行きます。ちょっと腹骨ついていきまはーいす。この方はこうそこだからね、こうこっちっぽいよね、腹骨の入り方がね。深く、あ、そんな深くはないか。あ、短いんだ。そう、短くてほぼないみたいな。本当だ。じゃあこれでいいや。ありがとうございます。さすが一瞬で何を欲してるのかすぐに足してくださる。魚 YouTuber さんが出てこないなーってずっと思ってるよ俺は。そう言われてみれば。なんかね、料理クリエイターさんはさ、最近増えたけどさ、はい。魚一本のチャンネルいないよね。言われてみれば本当いないっすね。本当に出てこないの。めちゃくちゃブルーオーシャンなのに、ここもう今 YouTube ってさ、新規参入超難しいじゃん。はい。このジャンルまだ席いっぱいあるよ。ですよね。俺がちょこんと座ってるだけだから、あともうズワー座ってるのがもう帝王みたいな強い人だから。いやもうだって絶対まだ需要があるわけだから、こんだけ再生されるわけだから。釣りがなんか8割ぐらいいて、そっからお料理までっていうのはちらほら拝見しますけど、そうじゃなくて料理が8割とかってのはあんまり。料理8割。釣りの人もやっぱ釣ってからの料理までがあんまりいないなっていう感じ。確かに釣ってしっかり料理をするっていう人が、さばいてお刺身作って食べてみたぐらいはいらっしゃいますけどね。それこそタニアンみたいなこの凝った料理プラス大食いっていうのももういないし、てか出てこれないし、そういう人って。いや、ここもブルーオーシャンですよ本当に。もそうだよね。そのスキルがある人は参入した方がいいよね。うもうぜひぜひ一緒に盛り上げていきましょうとなりますもんね。こだわりとか本当に好きだからな、タニアンは。ですね、料理が好き伝わです。ってるのよ、動画で。料理は楽しいですからね。川越シェフがよくおっしゃってますけど、もう料理は娯楽ってよく言いますもんね。楽しみましょう皆さん、料理を。正解なんてないっす。ないない。失敗と成功はあるけど間違いはないっす。間違いないな。失敗してもいいんです。失敗してもそれが正解だったりするんです。哲学です。どうもタニアンです。そこの腹物のところは皆さん、塩焼きにするなりアヒージョに加えるなりお好きなように使ってください。はい。これ皮付きのまま多分大丈夫だよね。鱗当たったらごめんなさい。食べ頃サイズに切り身に取っていただいて、そこの状態までなったらどんな料理でも使えるね。もう何でもでござるですよね。ここまで来たらもうちょっと薄く削いでもいいですけど、せっかくなら存在感残るように。結構できるね。工房ってこんなに身取りましたっけ？すごいね、それ。それ1匹で400円ぐらいでしょ。十分ですよね。安いな。鶏肉2枚を買うか切り身を取るか。俺こっち。僕もこっち、うんあと骨もあるもん。ね。お出汁も取れる。あとあれだね。あ、そう苦手ですもんね、片栗粉。苦手ですもんね。すみません、この後僕片栗粉をここに打ちたいんですけど、ちょっと僕今冬場で赤切りしてて、お父さんお願いしてもいいですけど、ちょっと赤切りしてて、やるか。一緒にやりませんか？やるか。はい、したやった。本当に苦手ですもんね、金子さん。本当に嫌いなんだから、ちょっと手洗ってくるんでね。はい。よく触れるねって思っちゃう、みんな。でその音がまずもうこれがダメなんですもんね。もう情けない。俺こんなもんが嫌だっていうのが。いやいや、情けなくはないですけど、本当に情けない。この後、湯がいて氷水にとってプルプルにしていくんですけど、個人的に脂身が少ない、痩せてれば痩せてるほど片栗粉厚めに塗ってください。片栗粉がプルプルになって、やばいね。気持ちいい。うわ、やば結構厚めで大丈夫ですよ。結構厚めでいい。はい、だからはたかなくていいんで、金子さんも安心ですよ。安心だね。うわ、こんなに苦手なんですね。厚く塗ることでプルンとした食感になるっていうこと。口に入った瞬間にパサッじゃなくてツルンっていう食感が表にくるから、全然なんかパサついてるなっていうのがなくなるんですよ。薄くやっちゃうと、この後氷水取った後に水気を拭うんですけど、その時に片栗粉ある程度剥がれるので、このプルプル感弱くなっちゃうんですよね。それはどっかお店屋さんで食べたの？いや、これは水晶鶏っていうささみとか胸肉でよくやるメニューがあるんですけど、魚でもできないかなと思ってなんとなくやってみたらうまくいったっていう。
確かにそれは理にかなってるもんね。ですサラダチキンとか自宅で作るよとか方も覚えておくと、鶏胸肉とかささみとか自分でこれ茹でるだけなので、80度にキープしてとか低温調理器でとかしなくてもプルプルの鶏胸肉とか食べられるんでなるほど。楽ですよ。くそ、今日俺こういう企画も面白かったな。ドブ川の魚を美味しく食べるってやつ何やとやりたかったな。じゃ楽しそうそあれ。それ今度やるか。ぜひやりたいです。なんか昔ブラックバスを渥美さんとかとやってたじゃないですか。やったあんな感じの僕やってみたいんですよね。やろうこの釣ってさやろうよ。はい今年だったかな、愛知県の名古屋の都市部の方のボラの稲っ子の大量発生、あったあんなんとかも僕やってみたいですもん。やろうそれは。超楽しそうと思って。絶対そうじゃん。谷の適任だわそれは。楽しいお話の間に片栗粉打ちが終わりました。湯がく前にもう合わせちゃおうかなってすぐできるのでめっちゃ簡単です。どんどんこのまな板出てくるから。すごいどんどんもう無限に出てきますね。これヒノキですか？これ俺のね作ったまな板で青森ヒバだね。すごいいいヒバの木を使ってて、そうしかもこれ滑り止めついてるから思ったんですよ。そうこれ滑んないのこれめっちゃよくない？めっちゃいいです。滑んなくて、しかもここにこの水受けがあるから多少の水だったらこう垂れてもここで受け止めてくれて、いい料理中もそう大事なんですよ。音がいい。これがめっちゃ大事なの。分かってくれる？これあったらいいなっていうまな板を俺作ったって感じ。木のまな板のいいところって、おばあさんごめんなさいね、樹脂製のまな板と違って絶対的にいいのはまな板が水を吸うんで張り付くんですよ。滑らないの。そうその通りだ。そこがすごく良くて、でなおかつ硬い例えばホーロー素材とかのやつだと包丁カンって弾いちゃうから傷むんですけど、木は柔らかいから包丁にも優しい。そうだから樹脂には樹脂の良さとかゴムにはゴムの良さ、木には木の良さがあるから、俺はかなりね使い分けをしてる。同じくです。日によるとか食材によるとかってありますもんね。そう箸をお借りしてもいいですか？粉わさびね。はい、粉わさびじゃないとできないです。なるほど。普通の練りわさびだと練り結構辛み強いじゃないですか。強いだからあんまりわさびが使えないんですよ。粉だったら結構辛み優しめだから。この粉わさび1か2個あるといいよね。絶対いいです。意外といろんな料理使えるから。ですさっきのこれと合わせるわけです。これで普通お水で溶きますけど、これをみりんとお酒を割ったやつで伸ばしていくっていう。どのぐらいの粘土で？結構伸ばしていいです。うまそうこれ。なるほど。もう和のソースですよ、和のソース。これ美味しいんじゃねと思って深夜テンションでやってたら意外と美味しいもの出来上がっちゃって、ペーストっぽい感じの時にこうしっかり混ぜてあげるとなんか辛みが強く出るらしいですよ、からしとかも。でこの後の味の変化を見ていただきたいんだよな。この段階だと多分後味苦味とかえぐみきません。これを後で一番最後に消しますんで。それがあと3つだけ加えますね。3つだけ。はい薄口をほんのちょびっとす。こんなもんす。で塩分は結構しっかり効かせます。鮮やかなソース。もう全部皆さんの多分ご家庭にあるものですもんね。ヤンバルトです。ヤンバルト黒糖、ほぼ黒糖ですけど、できるだけ茶色いお砂糖がいいと思います。これただザラメは溶かすのに時間かかっちゃうから三温糖とか茶色いやつ、これをこのまま黒糖でいくんだね。ですどうしても後味の苦味とかえぐみ、粉末わさびって結構強いから後味にコクが欲しいんですよ、打ち消すような。だから黒糖になっちゃったんですよ。こんな感じどうでしょうか？うわうまっ。これ美味しいでしょ？わかる。その後味かき消してるのわかるわ。コクがすごい出た。です。しかも最後にこれをもっとコクがあるものを最後に乗っけるんで、多分これでお口に合うはずです。やったぜ。うまい。で沸騰したお湯にほぼこれ加えたら必ずすぐに混ぜてくださいね。そこを取ってそこに張り付くので、一度に入れすぎずにちょこっとだけ優しく30秒から45秒。意外とこう結構くっついたままなんだね、片栗粉がね。です。表面が今プルンとしてる感じですね。わあうまそう。プリッとしてる。プルプル感がたまらないんですよね。これでなんか甘酢ソースと絡めたらなんか酢豚っぽくにもなるし、何でも使える。じゃあ僕も盛り付けに入ろうかな。この時に片栗粉が剥がれちゃうんですよ、薄くやりすぎると。ある程度でちゃんと表面うっすらコーティングされてるね。はい。またこちらを盛り付けるだけなので、付け合わせの人参を。人参。人参とか食べるんだね。よう食べますよ僕、人参。
僕なんか肉食動物かなんかと思われてます？金子さんいつも皮剥きます？人参。俺もね剥かないよ。あ、ですよね。僕も剥かないので、あまだ使っていいですか？大根の皮も剥かないし、剥かないね俺は。人参剥かない。なんか剥いていいことがあまりないような気が。遅くいくね。もうただの人参の妻ですけども、これ悲しい現実なんですけど、この料理一番の弱点が色合いが寂しすぎるんですよ。真っ白になっちゃうんで、青魚も真っ白になっちゃうんですよ。和食における三大盛り付け色、赤、黄色、緑、ここをちゃんと使ってあげたいっていう思いがあって。ありがとうございます。素敵。もう足台がすぐに出てくるお家なんてお店のお家なんだろうか。ないよこんな普通。俺も市場とか行くとね、もうまず魚買ってから次も青果コーナー行くのよ。本当ですか？青果であしらい買って、いや青果コーナーワクワクするのめっちゃわかりますわ。わさびとかも売ってるやつこう手に持つと、いや金子君ちょっと待って、それダメ、こっち持ってくる。やっぱり通い詰めるって大事だなって思った。そこのお店の方に気に入ってもらえたり、顔を覚えてもらったり、仕入れってもちろん目利きも大事ですけど、そこの横のつながりですよね。本当にそうだよ。以前金子さんが10万円ボックスでしたっけ、返済のおじさんの、あの時におっしゃってたことが本当そのまんまだなと思いますもん。買おうと思っても買えない。買えないの、売ってないの。売り手も売る人見るからね、やっぱこの人には売りたいなっていう、そういう人物にならなきゃね。うわー、うまそう。で最後にこれです。塩昆布です。出た。これマジ大事です。この状態で食べると後味まだ苦いんですよ。これが入ると苦味消えるんですよ。面白いもんで。重ね技使ってくね。だし昆布を使うのでどうしてもこう庶民っぽい味になっちゃうんですけど、それはそれで家庭料理感あっていいじゃないですか。めっちゃ簡単だね、ほんで。めっちゃ簡単でしょ。しかもどんな魚でも応用できる、これだったら。です。これ僕それこそヤズでもやりましたし、水ガレーでもやりましたし、何でもいけますこれ。通な魚買うね。たまたまスーパーで水ガレーが並んでて、今こうやって刻んでますけど、これ刻む必要ないですからね、皆さんは。そのまま乗っけてもらえばいいだけなので。じゃあこれで水晶ホウボウのわさびソースがけの出来上がりです。実食へ行きましょう。ゴー。はい、じゃあ完成。いただきます。完成。綺麗なアブコ。本当に綺麗。すごいいいよね。これめちゃくちゃいいブリに見えるね。もうかけちゃう。このソースよ。うまそう。こういくね。ちょっといつもと違った味わいになります。これ一緒にお野菜とか添えても絶対美味しいでしょうね。そう、美味しい。俺の料理は完成。で、これがタニアンのホウボウ水晶のわさびソースでございます。ソース。おしゃれにね、ピュッピュッ。今日は洋っぽくなりましたね、お互いに。洋っぽくなったね。ツーってやつやな。いただきます。あれ僕の休憩時間なんで。疲れた。ここで休憩してんだ。あれ休憩してます。休憩だったんだ、あれ。じゃあ早速僕金子さんのヤズからいただきたいです。このヤズのクオリティがいいよ。本当にいい。いいただきます。ただきます。この酸味もあってね、マスタードのピリッとした感じが。でまたビネガーの酸味じゃなくて自然なこう柑橘の酸味なので、めちゃくちゃすっきりして美味しい。美味しい。油ある。こういうね、簡単な料理好きですね。今回のこのヤズめちゃくちゃクオリティ高いですけど、ちょっともう兄貴の魚というか、昨日スーパーで売られてて、スーパーで一晩寝かされて、で翌日僕らが買ったよみたいなちょっと匂いが出始めちゃった子でも多分このソースだったら匂いそうだね、消えますね。いや、それこそ本当にさっきも言ったけど、ドブ川の魚をお互い調理するってやつやりてえ。まあ、ドブ川とまではいかなくてもアメリカナマズとかでもアメリカもでも美味しいって聞く、美味しいって聞くよね。あれまたやってみたいな。じゃあちょっとタニアンの方のこれいただいて、ぜひわさびソース下に溜まってるのでそれをつけながら。はい、うわ、いただきます。やったーやったーうまっ、プルンプルンだね。片栗粉のおかげですよね。
うわ嬉しいこれ。塩昆布後味がめっちゃいい。油がなかったりとか油の香りがなかったりする魚をこの塩昆布だったりとかでカバーしようっていう魚です。これめっちゃ美味しいわ。てかわさびソースいいね、すごい美味しい。これめっちゃ簡単ですもんね。しかも、いやでもほうぼうしかも美味しいなこれ。ほうぼうがめっちゃ美味しい、うまっこれ。もうずっとこれ作った時からかんこさんに採点してほしいって思ってますよ。100点うまい。やった。しかもゼロやった。最高。いいお昼ですね。安かったな今日魚。いい日だった。俺たくあんと一緒に食べるの相当好きかも。食感が優しいですからね、この水晶自体が。ちょっとソース欲しいな。あ、どうぞ。ちょっとソースこれめっちゃ好き。かんこさんわさびお好きですもんね。大好き。このソース多分大好きなはず。これはうまいわ。うわやったほうぼう自体のクオリティが高いから。でもこれは何しても美味しかったほうぼうですね。美味しいほうぼうだねこれは。今日別にタニヤが行くってことを伝えてないんだけどね。普段からあれだけのクオリティの魚が並んでるってことですもんね、魚広場には。いやー美味しいな。美味しい。帰りたくない福岡に。俺ね、タニヤはなんか一日のスケジュールどんな感じなの？なんか何やってるの普段？撮影をしてない時は。撮影をしてない時はポンと1日なんか食材寝かせてるとか解凍してるとかでポンと空いちゃった時は釣りに行きます。本当に釣りなんだ。はい。いや釣り始める前までは本当にお酒を。もうその間は酒飲んでたのがもう全部釣りに置き換わってる感じです。だからより健康的になったんですよ。なるほどね。はい。それは痩せるわっていう話で。今度俺福岡ちょっと遊びに行っていいですか？もうぜひ。ちょっと福岡近いもん名古屋から。もう新幹線でカーって寝た時はすぐ着いちゃう。です3時間半ぐらいですもんね。昔タニヤンと2人でさ福岡でオフ会やったの覚えてる？覚えてます。楽しかったな。楽しかったですね。あれ何年前だ？もうもう6年前6年前とかだよね。初めての福岡があれだったんだけど。じゃあもうちょっと長い期間っていうかもうちょっと連泊できたら面白かったんでしょうけど。めっちゃくちゃいい街だねほんと福岡って。ご飯が基本的に全部美味しい。どこ行っても美味しい。あれさお店屋さん大変だよねあれ。平均レベルが高すぎる。よく聞くのが福岡はどのお店行っても美味しいのは当たり前だからそれプラスアルファをご提供できないと飲食店は成功しないってよく言ってます。福岡いたら太っちゃう俺絶対にでも、太った人がそんないないんだよね福岡って。なんか、なんだろうな、本当に健康な人たちが歩いてたイメージがあって不思議な街だなって思った記憶がある。日本の中でも福岡はトップクラスに好きだな。ありがとうございます。僕毎日ねトップクラスに好きですわ。よかった。これはね片栗粉だね。いい仕事しますよね片栗粉。お前いい仕事するんかい。前日寿司行ったんだけどね、久しぶりのね楽しかったな。やっぱり悩みは一緒なんだな料理系 YouTuber みんな三脚とカメラに憎しみ持ちがちってやつだね。これからもねやっていきましょうよ。これからもそんな気張らずにやっていこう俺らはね。本当それですね、完食というわけでね今日はタニヤンに来てもらいましたけども、久しぶりで本当楽しかったな。楽しかったですね。本当ね。でタニヤンの方のチャンネルでも釣りからの、料理動画ですね上がっております。すっごい魚が釣れました。しかもいっぱい釣れました。いっぱい釣れました。まだクーラーボックスにたくさんいるんであれまた真空パックにして。ありがとうございます。助かります。福岡では釣れない魚がたくさん釣れましたので、しかもタニヤンもねいっぱい釣りました。どうだった？好きな人に好きな場所で会えるっていうのはもう最高ですね。帰りたくない福岡に。そしてね今からねちょこっとタニヤンで1本セカちゃん撮らして、スタッフがどうしても撮りたいっていう企画があるから喜んで僕なんかでよろしければセカちゃんの方でも上がりますのでよろしくお願いします。タニヤンの方のチャンネルURL に貼っておきますのでそちらの方をご覧ください。ありがとうございます。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。